今日はムレカのいろいろな機能の使い方をスノと比較しながら説明していくよ。前回の動画でも簡単に触れたけど、スノとムレカは UI や仕様が似ている。でも仕様が違う部分も結構あるから、同じだと考えると混乱するかもしれない。今回の動画では違う部分はどこかを具体的に説明していってみるよ。まずはサブスクプランから説明しようか。ムレカにもプロとプレミアプランがある。スノもムレカもプランの月額は同じ。もらえるクレジットの価値もほぼ同じだよ。一見するとムレカはスノの2倍のクレジットをもらえるように見えるけど、ムレカは曲生成などで消費されるクレジットもスノの2倍になるんだ。さらに細かく価格を調べていくと、実はムレカの方が価格設定は高いよ。スノはプロプランなら2500クレジット、1曲5クレジットで500曲生成できる。ムレカはプロプランなら5000ゴールド、月に500曲だと書いてあるけど、実際は最新モデルは1曲12ゴールドで、10ゴールドなのは古いモデルだけなんだ。つまり最新モデルで曲を生成したら、プロプランだと月416曲の生成になるよ。スノとムレカで一番の大きな差はダウンロード制限の考え方だね。ムレカは無料ではダウンロード不可、プロだと MP3 のみダウンロード可能。ウェーブのダウンロードはプレミア限定。一方で回数制限は全くないよ。スノは前に話した通り、来月からプロは月20曲、プレミアは月60曲になる。一方で MP3 ファイル限定のようなファイル形式の制限は存在しないね。スノとムレカで考え方が大きく違う。これは注意しておいた方がいいよ。それとムレカはプランの内容がかなり頻繁に変更されているよ。課金するときは現在のプランの内容をよく読んで誤解のないようにしてね。次は基本的な性能の話をしていこうか。リリック欄の使い方はスノとほぼ同じ。でもスタイル欄はスノと考え方が違うよ。ここは詳しく説明していってみよう。例えばスタイルに J-POP とだけ入力して生成した曲の表示はこんな感じになる。シティポップ、ソフィスティケーテッドなどの全然違うプロンプトが表示されたね。自分の入力したプロンプトが勝手に変更されたようにも見える。でも実際はそうではないんだ。今回の BGM を例にして説明するよ。今回の BGM の入力時のプロンプトと表示上のプロンプトはこんな感じになる。入力した時のローファイヒップホップが表示上は消えてしまっているね。でもこの BGM を聞けばわかる通り、ローファイヒップホップ要素は消えていない。入力時のプロンプトは変更されて生成時に使われなくなるわけではない。画面表示上は消えたとしても曲の生成には影響を与えるよ。では画面に表示されるプロンプトは何なのかというと、説明が難しいけど変更ではなく追加だと考えるのが私は一番納得できる考え方だったかな。ムレカはプロンプトが入力された時、まずはどんな曲を作るか考える。そしてどんな曲にするか決めてから曲生成を行うって動作をするらしいよ。そしてその時に入力プロンプトと別の音楽的要素を追加することがある。例えば下の画面の入力プロンプトは古い時代を連想させる単語が多い。だからノスタルジックを連想して追加したという挙動をしているってこと。この仕様は自分の意図しない要素が勝手に追加される問題点があるね。 J-POP がシティポップになったように別のジャンルが追加されることもある。これは厄介な仕様ではあるんだけど、簡単に対策することもできるよ。ムレカはノープロンプトが使える。ノーをつけた要素は使われなくなるよ。例えば J-POP、ノーシティポップとプロンプトを入れるだけでいいんだ。これで J-POP と入力をしてもシティポップは追加されなくなるよ。この方法で実際に生成される曲がどう変化するのか聞いてみようか。昨日の数だけ短新しい何かを生みたい。道具は増えても迷うのはいつだって自分の心。昨日の数だけ道がある。新しい何かを生みたい。道具は増えても迷うのはいつだって自分の
の心、昨日の数だけ道がある、新しい何かを生みたい。ムレカの別の要素を追加する挙動は厄介に感じることも結構多いと思う。でも画面上に表示してくれるから脳を使って簡単に修正できるね。ムレカは脳で要素を消していくと狙った曲調に調整しやすくなるよ。一応念のために説明しておくと、スノではこういう調整はできない。スノは単純な足し算引き算だから要素を消しても別の要素に変化しないよ。スノは明るいという要素を消しても代わりに暗い曲を作ろうとは考えない。明るいという要素だけを消した曲を作る。だから空虚な曲になりやすいかな。逆にムレカは明るい要素を消すと明るい以外の曲とは何かを考える。暗い、怖い、激しいのような別の要素を足した曲を作ろうとするね。スノとムレカはプロンプトの作り方がかなり変わってくると思う。スノは足し算向きだけどムレカは引き算も便利に使えるね。次はスタイル欄の下の詳細な設定画面。ムレカはこの部分の設定が非常に少ない。ボーカルの性別を指定できる。ボーカルジェンダーしか機能がないよ。スタイル欄に BPM の数値を入力すれば BPM 指定は他の AI と同程度にできる。ただ曲の長さ指定はスタイル欄に入れても私の試した範囲では対応できなかった。生成についてはこんなところかな。次はムレカの機能を解説していくよ。ちなみに UI や機能の名称は言語を英語にした時の名前で説明していくね。変な日本語訳よりも英単語の方が分かりやすいだろうと思うので、左上のリファレンスはスノで例えると昔のペルソナやインスポと似た機能だよ。参照するデータのメロディーは真似ず、曲調や雰囲気を真似た曲を作る機能。似たような曲を作るときは便利だろうね。でも大きなアレンジはできないよ。例えば今回の BGM を元データにしてリファレンスで生成するとどうなるか。スタイルがメタルでもトランスでもほぼ同じヒップホップの曲になるよ。元データを参照する力が非常に強いから元データと別の曲調を作るのは難しいね。次のリミックスは元データのメロディーを真似た別の曲を作る機能になるよ。スノで例えるとカバーと似ているけど実質的にはサンプルなどの方が近いね。フローミュージックの時も同じ話をしたけどスノのカバーはメロディーだけを真似る。ただ他の AI のカバーはメロディー以外に歌声や曲調も同時に真似てしまうよ。ムレカのリミックスも同じ欠点があるんだ。メロディーだけをうまく真似られない。先ほどのリファレンス機能と同じように何のスタイルを入れても似た曲になるね。リミックス機能は生成結果も不安定でひどいクオリティの曲が生成されやすい。私の試した範囲での感想になるけどこれはちょっと微妙な機能だったかな。次のボーカルは元データの歌声を真似た歌声を作る機能になるよ。これはスノのボイスとほぼ同じ機能。性能もかなり似ていると言っていい。ただスノと大きく異なる点があってムレカはアップロードした声も使える。スノは自分の声プラス音声認証をしないとアップロードした声は使えないけどムレカは何の制限もなく自由にアップロードした声を登録できるよ。それはつまりスノで生成した曲でも自由に登録できるってことになる。だから同じデータをスノとムレカで両方登録して性能の比較ができるね。せっかくだから実際にやってみよう。同じデータで性能の差を見てみるよ。にも終わりがある奪うことなら
の数だけ道がある新しい何かを背にたい道具は増えても迷うのは昨日の数だけ道がある新しい何かを埋めにたい道具を増えても迷うのはいつだにゃ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 昨日の数だけ道がある新しい何かをねみたい道具は増えても迷うのはいつ昨日の数だけ道がある新しい何かをイメーたい道具は増えても迷うのは昨日の数だけ道がある新しい何かをねみたい道具は増えても迷うのはいつだって自分の心昨日の数だけ道がある新しい何かをねみたいスノのボイスとムレカのボーカルは細かい違いはあるけど似た機能だよ。スノの方が比較的再現性が強くて、ムレカは無難な歌声に修正されやすい。ただ先ほども話した通り、ムレカはアップロード音声を使える長所がある。というよりスノのボイスの制限が厳しいと言った方が正しい気がするね。ムレカの方がより自由度の高い細かい調整をした歌声を作れるよ。ムレカのメイン画面に表示されるのはここまで紹介した3つの機能になる。ただ左メニューのツールを選ぶとそれ以外の機能も選択できるよ。エディットは一部の区間だけを再生成する機能。要するにスノのリプレイスと同じ機能だよ。歌詞の修正方法はかなりわかりやすい。単純に表示された歌詞を修正するだけ。自動で修正範囲が選択されるからわざわざ範囲を選ぶ必要はないよ。ただ残念ながら性能はちょっと微妙。スノよりもさらに安定性は低いね。つなぎ部分が明らかにわかるレベルで音質が変化したりすることも多いよ。エクステンドは曲の続きを生成する機能。これはスノのエクステンドと同じ機能になる。こちらもやはりつなぎ部分が不自然になることが多くてちょっと微妙かな。ちなみにムレカの機能の多くはボーカル曲でしか使えないよ。今回紹介した機能はリファレンス以外全部ボーカル曲限定だから注意してね。ムレカの音楽関連の機能についてとりあえず簡単に説明してみたよ。今回の動画ではムレカの機能のうちスタジオとムレカ工は説明できなかった。スタジオはスノの Q スタジオと似た機能でムレカ工は DAW を動かす機能になるよ。スノのスタジオ 2.0 と同じような感じで A ブルトンという DAW を自由に動かせる。ちょっと面白そうだとは思うんだけどA ブルトンを用意しないと使えないんだ。スタジオとムレカ工の解説は時間の都合上また別の動画でやるよ。最後に今回の動画の内容を踏まえて改めてスノとムレカを比較してみるね。ムレカはプロンプトの挙動の関係で無難な曲に着地しやすい傾向がある。だからスノと比較すると特殊な曲や創造性の高い生成はやりにくいかな。ムレカは定番の曲を無難に出力するシンプルな使い方向きだと思うよ。私はムレカを使って日が浅いけど現時点での印象はそんな感じだね。それじゃまたね。